あれこれ何？これね、タニシ入りトマトヌードル。もうトマトの酸味と甘みがすっごいスープに溶け込んでる。タニシの食感と味ももう最高。まるでね、サザエとかアワビ食べてるみたい。ベトナムとフランスのコラボレーションですよ。いや、このビーフシチューのフォー考えた人はちょっと天才だわ。ハノイに住んでるベトナム人ってこのブンチャーっていう焼肉つけ麺がめっちゃ好きらしいよ。いや、私ハノイに住むベトナム人じゃないけど大好き。うい、はい、着きました。着きました。いやー朝早いな。今何時？今朝の4時です。4時朝って言わないね。早朝ですね。早朝いやー早朝に朝ごはんを食べに来たわけですけど、ここはどこになんですか？ベトナム、ハノイのハノイの旧市街にあるフォーのお店。フォーのレストランですよ。朝4時から。いや、すごい。早起きで眠いね。まだちょっとぼーっとしてる。脳が動いてないでしょ。まあこのフォーを食べて脳を動かしましょう。はいということでこの真っ暗な中フォーを食べに来たわけですけど、ベトナムはさ、ハノイの人たち朝ごはんにフォーを食べるんだよね。朝早く食べるのが伝統的なのかな。ちなみにさ、フォーってどこで生まれた料理なの？ここハノイ。そう、フォーといえばハノイ。フォーといえばハノイ発祥の料理だから。で、私たちが注文したフォーは何ですか？なんとビーフシチューのフォー。ビーフシチューが入ったフォーですよ。すごいね。特別感がある。特別感がある。いや、やっぱさ、ベトナムはさ、フランスに統治されてた時代があるから、だからこうフランスの影響がある。そうビーフシチューってフランスの料理だもんね。そうだね。だからそれがベトナムとフランスのコラボレーションフォーですよ。そうですよ。すごい。もう見た目がうまそうだよな。ね。もう肉もゴロゴロ入ってて、上に乗ってるのなんだいそれ？これね、なんか島らっきょうみたいな。島らっきょうみたいなエシャレットみたいな感じだね。エシャレットだ。それもなんか彩りが綺麗で、すごいセンスいい。食欲をそそるよね。じゃあ熱々のうちにまずスープから。肉の油かな。浮いてる？美味しそう。透き通っててあっさりしたスープっぽいけど肉の油が浮いてて、うまそうですね。美味しい。美味しい。優しい味。優しい。だけど、すっごい牛肉の味がすごい。牛肉の味。コク。うまみ。すごい。やっぱビーフシチューのうまみがスープに溶け込んでる。出汁が出てる。美味しい。すごいしょっぱいとかそういう感じはない。程よい塩味。さっぱりなんだけど、ちゃんとコクもあって美味しい。朝ごはんにもいい。最高。胃に優しい感じだ。胃に優しい。美味しい。うわ、上品な料理だね。そう。さすがビーフシチューですね。早いけど麺。もういっちゃいます？どうぞ。平打ちですね。平打ちのこの麺がフォーっていう名前なんだよね。これがフォーだね。そう。麺の種類でね、名前が違うっていう。うまい。もちもちで。喉越しがいい。もうスルスルスルっと。サラサラ。止まらなくなっちゃうやつですね。止まらない。やっぱね、麺も米粉の味。ライスヌードルだから、お米の風味というか。風味が麺自体に味があって、甘くて、なんか美味しい。ライスの甘みね、ほのかに感じられるんだ。うわ、うまそう。胃にも優しい。絶対優しいよ。スープも胃に優しくて麺も胃に優しいから。だからベトナムの人は朝ごはんにこのフォーを食べるんですね。うわ、んごんくわめっちゃうまいっていう。めちゃめちゃうまい。で、メインビーフシチューいっちゃいます。うわ、すげえ肉塊だな。大きいね、結構。すっごい大きいね。これさ、なんか赤いのはワインで煮込んだから。そう、ワインとかトマトとかブイヨンスープ、デミグラスソースってあるじゃん。あれなんだよ。デミグラスソースの色だから。ビーフシチューは肉ももうホロホロだね。お箸ですっと。絶対歯がいらないやつだね。まあいるか一応。うますぎる。柔らかい。
ホロホロ。ホロホロ、もうホロホロという言葉が世界一似合う肉がビーフシチューだよな、何の肉だろうね、牛すじかなあ。でもなんかゼラチンのようなさトロトロしたやつはないね、肉自体はなんかさっぱりしてるから、あ、脂っこくない。いや美味しい。あ、じゃあ赤身肉使ってる感じだね、食べやすい。食べやすい。肉の癖が全然ない。あ、肉臭くもないし、くどくもないし、脂っこすぎないし。でね、このビーフシチューの味もそこまで濃くないからフォーのスープとすごい相性いい。マッチしてる。主張しすぎないから。あー、ビーフシチューがね主張しすぎちゃうとさ、やっぱビーフシチューヌードルになっちゃうもんね。そうそう。でもそのビーフシチューが濃すぎないからフォーのスープとよく合うんだ、合う。世の中のフォー全部これでもいいぐらい、ビーフシチューでいい全部。あ、本青ネギも入ってる。当。あ、野菜ね、うんやっぱフォーといえば青ネギだったり、あとパクチーだったりね、やっぱ入っているし、そしてそれですよ、エシャレットね、沖縄の島らっきょう的なやつですね、あ、エシャロットの甘み、エシャレットの甘み、辛みもっと強いかと思ったらあーそこまで辛くない。あ、本当。ツーンとするかと思ったんだけど、結構ね辛みが強いエシャレットもあるけど、そんな苦みとか辛みないんだ、優しい感じだ、でなんかスープに浸したのかわかんないけど、とろっとしてる。柔らかくなってる、寸胴のスープあるじゃん、あの中にねずーっと入ってんだよ。あ、そうなんだ、あ、だからとろっとしてんだ。多分スープのさえぐみとか、苦みとかそういうのをさ取ってくれてるんじゃない。よくさチキンライスとかにさ、ネギ入れるじゃん、ご飯を炊くときに、なんかそういう臭み取りみたいな役目も果たしてるのかもね。役割ね、なんすかそれ。気になるのはちょっとこのニンニクと、ニンニク。個人的に好きなニンニクと、あ、もうどうぞどうぞ。ニンニクのお酢。今日一日口臭くなるやすいません。つ。すごいね、切り刻まれたニンニクがお酢の中に大量に入ってますね。たっぷり入れさせてもらう。あなたニンニク好きだしね。で唐辛子。生のフレッシュな唐辛子ですね、輪切りになってるやつ。ベトナムの人辛いのダメなんだよね。ってよく言うけどね、味が濃いのと辛いのがあまり好きじゃないって言うけど、でも卓上にはさ必ずと言っていいほど唐辛子が置いてあるよね。まあだから好きな人は好きなんだろうね。やっぱあなたはその唐辛子結構入れたやつが好みですか。入れるともう食欲が本当に増す。増すよね。その辛みっていうのはやっぱりすごいね。大事だよな。あ、美味しい。これ元気出る本当に。いいね。脳が活性化するな。今働き始めた。やっぱうまいもん食うと人間生き返るよな。生き返る。朝4時から贅沢な方食べていいですね。いや、早起きして大正解ね、価値があるね。価値がある。ちなみにね、このレストランうまみ調味料一切使ってないんだって、このビーフシチューを作るのもあのスープを作るのもブイヨンとか手作りでやってるのかもね。すごい手間かかってるんで、それだからちょっと高いんだよね。しかも肉増しにしてもらったから。いや、肉の量がすごいもん。でもね、やっぱビーフシチュー4はね肉増しの方がいいでしょね。着きました。いやー、ハノイ旧市街、コンパクトだからどこに行くのも徒歩で簡単に行けていいね。便利だね。便利。やっと私たちの朝ごはんが始まります。さっきの早朝ごはんだから今何時ぐらい、9時半ぐらいですか、何を食べに来たんですか。ブンチャー。ブンチャー。ハノイといったら実はこのブンチャーがめちゃくちゃ有名なんでしょ。個人的にもベトナム料理の中で一番好き。あ、もうベトナム料理の中で一番好きと言って過言ではない。過言ではないです。これどんな料理なの。焼肉つけ麺。焼肉つけ麺、
そこにあるのがこれがもう焼肉焼肉メインメインですね。でそれがつけだれつけだれ、それに焼肉とかブンっていう麺、それをつけて食べる、それがブンチャーというベトナム料理。ハノイ発祥なのかな。多分ハノイ発祥だと思うね、北部の方の有名な料理なんだよね、じゃあ早速熱々のうちにスープまだあったかいからいただいちゃいましょう。じゃあつけだれからちょっとね。もうつけだれからちょっと飲んでみる。透き通ってて綺麗なスープですね。美味しい美味しい美味しい。どんな感じ。甘酢だれだ。甘酢だれ、酸っぱみがあって、ほんのり甘いの。お酢の酸味かな。ライムとかのフルーティーな酸味じゃなくて、じゃなくてキリッとしたちょっとキリッとした酸味と、であとお砂糖お砂糖の甘みかな。もうそれもフルーティーな甘みとかじゃなく、お砂糖とお酢の甘酸っぱいつけだれなんだ。それだけでもごくごく飲めちゃうぐらいあっさりしてて美味しい。でもあなたそれごくごく飲んじゃうと麺それで食べるから後々つけ麺ができなくなっちゃうんで、じゃあそのぐらいにして。じゃあちょっとメインのもう肉いってみちゃいます。もう肉食べたい。お腹空いちゃったよ。豚肉だね多分。豚肉だよね。そのままいってみます。そのままね。おいしい。美味しそう。うんごんくはゴンクは結構油が多い部位使ってるっぽいよね。ね、ちょっと脂身が多いから。でもさ、強火で焼いてたじゃん。もうすごい香り、香ばしくて炭の香ばしさが炭の香りもする。うまいね。そういう豚肉はわあ、おいしい。焦げたところとかサクサクしてるし、サクサク。油が焦げた匂いって美味しいよね。美味しい。でね、下味がすっごいしっかりついてるから。日本の焼肉もやっぱ焼く前に揉み込むから、塩とか胡椒、ごま油だったりいろいろなものを混ぜて揉み込むんだけど、さっきちらっと見たらオイスターソースみたいなの入れてたでしょ。甘みと甘じょっぱさ、それがオイスターソースなんだ。オイスターソースの甘じょっぱさがこの豚肉についてるんだ。ついてる。それが焦げて香ばしさになって、ニンニクの味もついてるでしょ。香るね。やっぱブンチャーのね豚肉って言ったらやっぱニンニクガツッとしたね、パンチの効いた豚肉を使うのがブンチャーのやっぱ基本っぽいよね。ちょっとつけだれにつけて食べてみよう。美味しい。美味しい。つけだれとすごい合う。タレがあっさりしてるから、油をさっぱりさせて。やっぱ豚肉が結構オイリーだからね。タン塩あるじゃん。牛タン塩、あれにレモンを絞る。だから要はああいう組み合わせみたいな。ちょっとさっぱりさせるみたいな、こってり油がちょっと乗った牛タン塩にあっさりしたレモンで爽やかにさせるみたいな、そういうニュアンス。面白い、いい例えですよ。わかりやすい。本当よかったです。じゃあ麺。そうですね。肉の脂がもう溶け出してる。肉の脂がスープに溶け出してだからさ、食べ進めていけばさ、どんどんこってりしたつけだれになってくよね。そうだね。コクが増してくるね。美味しい。美味しい。プルプル。食感が。でこの麺はタレにすごい絡みやすい。プルプルで結構細麺だから、タレというかスープの味をダイレクトに伝えてくれるんだ。なんか今日は麺自体に味があったんだよ。なんかね、ライスの甘みとかを感じるって言ってたよね。でも分はそこまで味が強くないというか、癖がないというか、お米っていう味の強さないんだ。ほのかに甘いぐらい。ほのかにお米の味は香るけど、フォーほどそんな強いわけではなく、控えめな感じ。いいの見つけましたね。さっきこの店のマスターが焼いてくれたんだよ、わざわざ。そう、わざわざね。そう、本当はね11時頃にならないとここのつくねは焼かないらしいんだよ。お昼専用なのかな。じゃあ本当特別に。そう、私たち YouTube の撮影に来たんですって言ったら、じゃあしょうがねえからちょっと作ってやるよっつって、ありがた。わざわざ作っていただきました。ありがとうございます。それなんだろうね、周り。しそみたいだね。しそみたいだね。
美味しい。美味しい。ハンバーグだ。ハンバーグそれもやっぱ結構下味ついてる。しっかり。しっかり、ナツメグ入ってるみたいな。ナツメグみたいな香りもする。面白い。中にもね葉っぱ入ってて、それがなんかシソみたいな香りがする。じゃあもう細かく刻まれたシソとか入ってるのかもね。多分で周りで包んでるのもちょっとシソなのか分かんないけど、なんかの構想というか、じゃあもう和風シソハンバーグみたいなもんじゃん。トントントンね、あと大根おろしあったら和風ハンバーグだよね。ポン酢とそうだね、ポン酢と大根おろしあったらめっちゃ美味しい。めっちゃうまい。じゃあちょっと味変タイムですか。味変。多分ニンニクと唐辛子。もう間違いないよね。刻まれたニンニクと唐辛子がお酢の中に入ってるでしょ。入ってるもうあなたがベトナムで一番好きな卓上の調味料だよね。ニンニク大好きだからただでさえ豚肉の下味に結構ニンニク使ってるのに追っちゃう。追いニンニクしちゃう。あなたは今日早朝からニンニクめちゃくちゃ入れて食ってたけどいくらでも食べたい。大丈夫？一日に食べていいニンニクの量とかないの？私は知らない。美味しいからいくらでも。美味しさが勝つよね。お酢も入れて唐辛子乗っけて。うわうまそう。やっぱ唐辛子の赤い色ってうまそうに見えるわ。はい。着きました。着きましたね。いやー今日3杯目の、ベトナムラーメンですけど大丈夫ですか？お腹の方は。もう美味しいから、うんいくらでも食べられる。飽きない？飽きない。じゃああと10杯ぐらいいく？それはちょっと。いやでもね、ここマジで美味しいから楽しみにしてください。すごい楽しみ。どこに来たんですか私たちは？旧市街のね、うん路地裏路地裏。にあるお店。隠れたレストランって感じだよね。もうほんと近くに大きなトンスアンマーケットって言ったかな、大きなねその市場があって、そこの脇を入っていった細い路地を入っていったところにある地元の人に大人気のここレストランだから。じゃあ頼んだ料理説明お願いしていいですか？ブンゼオク。ブンゼオオク、どういう意味？なんだろう、トマト、スープ、タニシ入りラーメンみたいな。そうだね、的確です。ありがとうございます。ブンゼオっていうのがトマトスープヌードルっていう意味で、オックっていうのがさ、タニシとか、カタツムリみたいな、そういうイメージの名前なんだよね。さっき食べたさ、ブンチャ、焼肉つけ麺、レストランもさハノイめちゃくちゃ多いじゃん。でもさ、このブンゼオトマトヌードル、めちゃくちゃあるよね。びっくりするよな。すごい街中にいっぱいお店があってね。ブンチャンもそうだし、ブンゼオのお店もいっぱいあるね。もう2大だよね。だからそれだけこの地元の人に愛されてるベトナムヌードルなんだね。すいませんね、また長々と説明しちゃいましたけど、もう熱々で来てるんで、じゃあいただきますか。スープからね。お決まりですね、スープから。うわ、すごい美味しい。美味しい。あなたトマト好きだから、もうコメントそっちのけでスープを飲みまくってますけど、もうね、トマトの酸味、トマトの甘み、もうトマトがすごい主張してくれるでしょ。うまいよね。だとタニシの出汁タニシの出汁の味がする。出てる。それは美味しいんでしょ？いや、美味しい。甘みがあるっていうかね、貝の甘みみたいな。貝の甘み、もう貝の出汁だよね。が溶け出してるっていうような。なんかこう豚肉とか鶏出汁とか、動物系の出汁とは違って貝とか、甲殻類の出汁、エビとかカニとか、そういう出汁の味に近いでしょ。だから全然癖なくて、なんかこうマイルドスープみたいな。もうなんかタニシ臭さとかは感じない。全然なくて、タニシ臭さっつってもほとんどの人は分かんないけどトマトの酸味と、
甘みとでタニシのマイルドな出汁がいいハーモニーですか。いやすごい、こういうスープあるんだなと思って、ああいいびっね。くりだわ。トマト大好きだからね。ね、トマトとニンニクがあれば生きていけるもんな。本当過言じゃない。あ、じゃあ麺いってみます。ああどうぞどうぞ。これまた分で。分のが好きなんだもんね。そう、分の方がね好き。もうそれはね、分はスープがよく絡むから分うま。うまい。これね、例えば日本帰った時とか、なんか恋しくなりそう。ああ分食べたいって、食感が好きなんだよね。弾力があるような、ね、歯ごたえがあるんだよね。もちろんさ小麦粉から作られた麺じゃないから、グルテンが入ってないからさコシっていうのはないけど、ぷよぷよした食感の中にも弾力があって、ちょっと食べ応えを感じるよね。そうそれでいて癖がないからこの食感がもうやみつき。癖になっちゃうよな。しかもスープとよく絡むから、止まらなくなっちゃうね。うまいよね。じゃあちょっとタニシ食べてみる。タニシ、東南アジアってさタニシをさよく食べんのかね。ね、タイでも、ソムタムパー、タムパタムパねの時にタニシ入ってた。入ってた。まあだからあれであなた一度食べてるから、そんなタニシとかさそのカタツムリに抵抗ないでしょ。でも大きいね。大きいね。いやタムパーのタニシよりちょっと大きいね。大きい。やっぱ地域によっていろんなタニシとかカタツムリあるのかもね。いやー、ちょっといってあ、どうぞどうぞ。美味しい。うまいよね。初めてアジアに来てさタイに行って、ベトナムに行ってタニシを食べたけど本当なんかイメージと違うよね。コリコリカリッコリで貝の甘みすごい。あ、すごい。甘みがすごいわ。日本でタニシ食うことないもんな。日本でもやればいいのになタニシな。ね、これいいよ。美味しい。サザエとか、アワビみたいな。本当その食感だよね。なんか土臭さとかね泥臭さみたいな、そういうの全くないよね。食べやすい。いいねよね。美味しい。あとね、具沢山ラー油ね、日本でねちょっと一時期一世風靡した食べるラー油にそっくりだな。辛そうだね。いや美味しそう。結構入れるね。じゃあどのぐらい辛いのかちょっと分かんないけど、じゃああんま入れなくていいんじゃないの。どのぐらい怖いからとすごいツボ。何それ、いろんなの入ってんね。朝鮮人参かな、生姜。なんだろう、漢方の香り、じゃあ体に良さそうな香り。ちょっと酸味があるかな。お酢なんでしょ多分。お酢か。朝鮮人参といえば多分滋養強壮とかあとアンチエイジング、そう抗酸化作用とかが強いあれだから、めっちゃ嬉しい。もう女性のあなたにとっても最高の、まあ男性にとっても嬉しいけど滋養強壮もいいね。でいいでしょ。食欲増したり、やっぱ夏バテ防止とか有名で。じゃあこれをちょっと入れてみようかな。絶対入れた方がいいよね。液体を入れて。まあそうじゃない。いただきます。おいおい、辛みと酸味を足したのかな。このラー油の甘み、香ばしいラー油。ほんと食べるラー油みたいだな。めっちゃ香ばしい。そんなすごい辛いってわけじゃないんだ。辛みもあるけど、そこまで辛くない。マイルドな辛みが足されて、朝鮮人参お酢の酸味とかも足された。体に良さそう。それで美味しいんでしょ。めちゃめちゃ美味しい。足した方が美味しい。まあ刺激的なのが好きだから、好きだね。個人的にはやっぱり、まあちょっと味濃くなるっていうのもあるんでしょ。いやだから最初も楽しんで、後からこの調味料加えて、それが一番いいよね。一番最初から調味料入れちゃうとね、元の味わかんないから。いや味変した方がいいわね。やっぱ最初はお店オリジナルのマイルドであっさりしたヌードルをいただいてから、その後に辛みと酸味を足して。これはね、もう入れた途端にまた食欲増進ね。ただでさえ食欲増進のトマトラーメンなのに。どうしよう、美味しすぎる。もう本当は無言で食べたいんでしょ。もう YouTube 関係なしに。ごめんなさい。いいですよ。そのぐらい美味しいね。今日3個のヌードル食べてみてどうだった。どれもね最高でしたね。一つ一つがやっぱ特徴があって、ベトナムらしさを一つ一つやっぱちゃんと感じるよね。
フォーはフォーの良さがあって分料理は分の良さがあって、いや麺料理なのにこんだけレパートリーがあるんだと思って、ね、面白いね、うんなんかそれってやっぱ日本の麺料理に似てる部分もあるよね、あるね。やっぱベトナムハノイ来たらやっぱハノイで有名な3つの麺料理おすすめできるよな、おすすめできる。あいやじゃあお疲れ様でしありがとうございます。た、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。